みんな、ずんだもんなのだ。今日は元気いっぱい。ずんだもんがお届けするのだ。今日ずんだもんが紹介するのは、中東に位置するあの国、カタール、なのだ。実は、カタールって日本の秋田県と同じくらいの面積しかない、とっても小さな国なのに、世界で一番、お金持ちな国の一つなのだ。すごいのだ。今日はそんなカタールに関するニュースを、全部で5つお届けするのだ。中でも特に注目なのが、今週末のカタールの天候に関するニュースなのだ。なんと、とっても暑くて湿度も高くなるらしいのだ。海に行く人は波にも注意が必要らしいから、要チェックなのだ。この動画が少しでも面白いな、役に立ったなって思ったら、高評価とチャンネル登録もポチッとしてくれると嬉しいのだ。さあ、みんなで一緒にカタールの最新情報を見ていくのだ。はい、カタールについて紹介するのだ。アラビア半島の東部、ペルシャ湾に突き出した半島に位置するのがカタールという国なのだ。首都はドーハで、美しい高層ビル群と近代的なインフラが目を引く、まさに未来都市のような場所なのだ。この国は、サウド家が代々統治する首長国で、イギリスの保護領を経て1971年に独立したのだ。安定した君主制のもと、目覚ましい発展を遂げてきたのだよ。人口はおよそ280万人と、比較的小さな国なのだ。カタールの主要産業は、豊富な天然ガスと原油で、特に液化天然ガス、LNG の輸出国としては世界トップクラスを誇るのだ。この潤沢な資源を背景に、教育や医療、文化といった分野にも積極的に投資をしているのだよ。伝統的なイスラム文化が息づく一方で、最先端の施設が並ぶ、エデュケーション、シティのような場所もあり、新旧が融合した魅力的な国なのだ。最近では、2022年に中東で初めて FIFA ワールドカップを開催したことが記憶に新しいのだ。これにより、カタールの存在感は世界中に大きくアピールされたのだよ。経済の多角化も進め、石油やガスに依存しない持続可能な成長を目指しているのだ。小さな国土ながら、その発展は目覚ましく、国際社会での役割も増しているカタール。ぜひ一度、その魅力を肌で感じてみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。カタール、今週末は高温多湿の天候が続く見込み、という記事なのだ。カタール気象局さんのお話だと、今週末の日中は、暑くて湿度が高い天気が続く見込みなのだ。金曜日と土曜日は、雲が出ることも予想されているのだ。特に土曜日、8月16日には、沖合で強い風と高い波が予想されているから、注意報が出ているのだ。お出かけするときは、気をつけた方がいいのだ。今週末の気温は、一番低い時で33度、一番高い時で44度になる見込みなのだ。日中の風は、北東から南東の向きで、風速が5から15ノットなんだけど、時々20から24ノットの突風になることもあるから、ちょっと強い時もあるのだ。海の波の高さは、金曜日は2から4フィートで、時々5フィートになることもあるし、土曜日は4から6フィートで、時々8フィートまで高くなることもあるのだ。海に行く予定の人は、波に注意するのだ。二つ目のニュースなのだ。アッシュガル、複数の道路閉鎖を発表、という記事なのだ。カタールの公共事業庁アシユガルが、みんなに大事なお知らせなのだ。今週の木曜日に、ライアン地区とその周辺で、いくつかの道路を一時的に閉鎖するって発表したのだ。これはね、道路をちゃんとメンテナンスするためなんだって。まず一つ目は、バラファット、ライアンにある地下道なのだ。ここは2025年の8月15日金曜日の午前2時から午前10時まで、一時的に通行止めになるのだ。特にエデュケーション、シティ交差点に向かう車線が使えなくなるから気をつけるのだ。二つ目は、フワール、ロードにある地下道の一部なのだ。
こちらは2025年の8月16日土曜日から8月22日金曜日まで、毎日午前2時から午前8時までの間、閉鎖されるのだ。オールド、ハル、ライアンからエデュケーション、四季交差点に向かう車線が対象になるから、この期間は注意してほしいのだ。そして3つ目は、ハル、ライアン、ハル、シャディードの地下道の一部なのだ。ここは2025年の8月17日日曜日の午前2時から午前8時まで閉鎖される予定なのだ。ハル、ライアンからある、輪島へ向かう車線が対象だから、お出かけの前に確認するのだ。足湯ガルからの大切なお願いなのだ。この期間中、道路を使うみんなは、目的地に行くために近くの道へ迂回してほしいって言ってるのだ。道路の工事が終わるまでは、ちょっと回り道になるけど、みんなで協力するのだ。出発する前には、ちゃんとルートを調べておくのがおすすめなのだ。3つ目のニュースなのだ。カタールホテル、戦略的ラグジュアリー、リポジショニングで成長加速という記事なのだ。カタールのホテル業界は、今、新しい成長期に入っているのだ。高級ホテルがサービスを強化し、ハイエンドなお客様を狙うことで、世界中の旅行者にとって最高の目的地を目指しているのだ。専門家も、カタールが観光業発展に力を入れている証拠だと話しているのだ。今年の初め、2025年第一四半期は、新しい豪華なホテルが次々とオープンしたのだ。今年もたくさんの高級ホテルが増える見込みで、カタール全体の客室は4万室以上、その約7割が高級ホテルなのだ。すごいのだ。ホテルが増える中、稼働率のバランスが大事だと専門家は指摘しているのだ。この時期は、お祭りや MICE、会議や見本市など、イベントが活発だったおかげで、ホテルの需要は大きく伸びたのだ。一方で、2025年第一四半期の客室単価や稼働率は、去年の同じ時期と比べて少し下がっていたのだ。これは注意が必要なのだ。それでも、今年の1月から6月にかけては、260万人以上の観光客がカタールを訪れたのだ。去年より 3% も増えているのだよ。主に周辺諸国やヨーロッパからのお客様が多いのだ。専門家は、観光はカタールの経済にとって、とっても大切なのだ。これからは、体験型観光にもっと投資することが重要だ。って言っているのだ。これからのカタールのホテル業界に、ますます注目なのだ。4つ目のニュースなのだ。カタール、FDI パフォーマンス指数2024で世界中2位という記事なのだ。カタールが外国から直接投資を呼び込む能力を示す FDI パフォーマンス指数2024で、世界でなんと12位に大躍進したのだ。前年から21位も順位を上げたのだから、すごいのだ。これは、カタールがビジネスにとても優しい環境で、どんどん国際的なパートナーシップを受け入れている証拠なのだ。去年と比べて、外国からの投資プロジェクトがほぼ倍に増えたのだよ。カタールの投資プロジェクトが、世界全体の GDP におけるカタールの割合よりもずっと大きくなったことを示す指数では 4.70 という高いスコアを記録したのだ。特にビジネスサービスやテクノロジーの分野で外国からの投資プロジェクトがたくさん増えたのだ。消費者向け製品や繊維の分野でも目覚ましい成長があったのだよ。2025年の前半もカタールの投資はとっても好調だったのだ。投資されたお金の総額が大幅に増えて、プロジェクトの数も新しい仕事も去年に比べてぐんと増えたのだ。プロジェクトの数は 44.5% も、仕事のチャンスは 75% も増えたのだから、世界の投資家がカタール市場に大きな信頼を寄せていることがわかるのだ。カタールの投資誘致長のシェイク、アリ、ビン、ワリード、ハル、谷 CEO も、今回の躍進はカタールが投資先としてとっても魅力的であることを示していて、経済を多様化し、持続的に成長させるために貢献しているのだ、と話しているのだ。カタール自由経済区長も
2024年の外国からの投資はほぼ倍増し、カタールが FDI パフォーマンス向上で世界のトップ15カ国に入ったことを強調しているのだ。カタールはこれからも世界中のパートナーと一緒に豊かな未来を築いていくのだよ。5つ目のニュースなのだ。財務省がカタールのグリーン経済推進を主導という記事なのだ。カタールの財務省が多様で持続可能な経済を目指す国の強い決意を胸に、グリーン経済の実現を力強くリードしているのだ。財務省は地球の変化に対応できるしなやかなグリーン経済を築くために素晴らしい一歩を踏み出しているのだよ。政府広報室 CCO も財務省が数々の戦略や取り組みを通じて国の経済変革の中心に持続可能性をしっかりと据えていると X、旧 Twitter で発信しているのだ。カタール国家ビジョン2030では環境保護が最も大事な柱の一つとされていて、未来の世代のために資源を大切に使うことが優先されているのだ。具体的には再生可能エネルギーをもっと活用したり、水や電力の消費を減らしたり、産業のエネルギー効率を高めたりするのだ。人間らしい暮らしと環境保護のバランスを取りながら、国のグリーン経済の目標をしっかりと進めているのだよ。財務省は革新的な資金調達の方法を切り開いたり、グリーンプロジェクトへの投資をどんどん後押ししたりして、カタールの持続可能な変革を牽引しているのだ。これはカタールが国連の持続可能な開発目標 SDGs とカタール国家ビジョン2030にどれほど真剣に取り組んでいるかを示すものなのだ。特に注目なのは2024年にカタールで初めてソブリングリーンボンドを発行したことなのだ。これは総額25億ドルという湾岸協力会議 GCC の国としては初めてで、中東地域でも最大規模のグリーンボンド発行だったのだよ。この素晴らしい功績のおかげで、財務省は2025年にドバイであったグローバルバンキング&マーケッツ中東アワードディール・オブ・ザ・イヤーという権威ある賞を受賞したのだ。これは投資家がカタール経済や国の健全な財政、そして国際基準に沿った透明性の高いグリーンファイナンスの仕組みを信頼している証拠なのだ。とっても名誉なことなのだよ。カタールはソブリングリーン資産の登録を常に最新の状態に保ちながら、再生可能エネルギー、グリーンなインフラ、環境に優しい不動産などへの投資を積極的に言っているのだ。これでグローバルな舞台での国の競争力もぐんぐん上がっているのだよ。さらに環境気候変動省とも協力して国の気候変動適応計画の策定にも積極的に貢献しているのだ。カタールは持続可能な未来のためにこれからもずっと頑張っていくのだ。今日はカタールについてたくさんの情報をお届けしたのだ。未来都市のような発展を遂げるカタールだけど、電気や道路情報、ホテル業界の活況、そして投資の大躍進やグリーン経済への取り組みまで様々な側面が見えたのだ。これからも目が離せない魅力いっぱいの国なのだ。ぜひ注目してほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。